今日も一日お疲れ様。お疲れジャパニーズのゆりこです。このチャンネルでは日本語を勉強している皆さんと一緒に夜寝る前に日本語と日本文化についてゆっくり楽しく学んでいきます。さて、今夜のテーマ、外国人が日本に来て驚く日本の変なルール20選。皆さんの中には日本に旅行したことがある人もいれば、日本に住んでいる人もいるかもしれません。そしてきっと一度はこう思ったことがあるのではないでしょうか。日本って面白い国だけど、なんだかルールが多いなぁ。実は日本には法律ではなく、多くの人が自然に守っている独特なルールがあります。今日はそんな日本人の不思議な習慣についてお話ししていきたいと思います。一つ目、日本人はノーと言わない。これは多くの外国人が最初に苦労することかもしれません。欧米では行きたくない、できない、嫌だとはっきり伝えることが誠実だと考える人も多いと思います。しかし日本では違います。日本人は相手の気持ちを傷つけたくないと思っているので、ちょっと難しいかもしれません。また今度お願いします。予定を確認してみます。こういった表現を使います。なので外国人の方はまだ可能性があるんだなと思うことがありますが、実際にはかなり高い確率で断っている場合もあります。日本では言葉そのものよりもその裏にある気持ちを読むことが求められていることがあります。たとえ明日ね、誰かと会う約束があったとしても、ギリギリまで相手と、いろんなね、会話がない場合は、あれこれって明日あるのかなとか、もしかしたら自分だけはあると思っているけど、相手はもう別の予定を入れているかもしれない。結構そういうことを考えるんですね。なので、それを前提に、ところで明日って、どうしよっか、みたいな風にね、連絡をしたりもします。時々、やっぱりドタキャンというか、やっぱりお互いにね、直前まで連絡しない場合には、結構予定が流れるケースもあったりしますね。なので、実際の言葉そのものよりも、やっぱりその相手のね、裏にある気持ちっていうのを常にね、読むことが求められているような気がします。はい。二つ目、電車で電話をしない。海外の方が日本の電車に乗ると驚くことの一つ目として、車内がとても静かなことが挙げられると思います。おそらくね、欧米では友人や家族と電話をする人も珍しくありません。欧米だけではなく他のアジアの国でも結構ね、テレビ電話を、したりとか動画をね、イヤホンなしで流している人とかもいますよね。しかし日本では周囲の人に迷惑をかけないことが大切だと考えられています。特にね、通勤電車では疲れている人とか勉強している人、寝ている人っていうのもいますね。なので日本人は電話を避けます。実は車内アナウンスでも携帯電話での通話はご遠慮くださいとアナウンスされています。またね、時々優先席付近では
マナーモードにしましょうねっていうアナウンスとかもあったりします。なので、全体的にね、マナーモードにしておいたりとか、電話は避ける方がいいと思います。ただ、私も、絶対ダメかと言われると、例えば突然ね、取引先から電話がかかってきてしまったケースとかは、小さい声でね、対応したりします。ただね、電話が OK なわけではないので、そんなね、長々と大きい声で話すような電話はしないかもしれませんね。はい。続いて3番目。ゴミ箱が少ないのに街が綺麗。海外の方が日本に来て最も不思議に思うことの一つかもしれません。例えば東京駅、新宿駅、鎌倉駅。多くの観光客がいます。しかしゴミ箱はあまり見つかりません。それでも街は比較的綺麗ですね。その理由の一つは、自分のゴミは自分で持ち帰るという考え方です。日本の小学校では掃除の時間があります。子供たちは自分で教室を掃除します。こうした経験が影響しているかもしれません。あとこれは私の個人的な意見なんですけど、やっぱり汚いところには人ってそれをね、さらに汚すことは結構簡単にできるのかなって思うんですね。例えばそこにね、ゴミがたくさん落ちている場所があったとして、なんかポケットからね、ポロってなんか落ちちゃったとしても、なんかどうせね、そこにもう100個ぐらいゴミがあるんだったら、自分の1個ぐらいのゴミは、そんなにね、なんていうのかな、影響ないだろうって思うと思うんですよ。多分ね、優しい人とか、ちゃんと常識ある人はそう思わないと思うんですけど、一般的にね、多くの人は、やっぱり汚いところってなんかね、汚していいような気がしますよね。ただ、綺麗な場所っていうのは、なんかやっぱり汚しちゃいけないような感じがするし、なんか、だからね、やっぱね、ゴミが置いてあることで、ここゴミを捨てていいんだなって思っちゃわないように、ないっていうのもあり得るのかな。一応テロとかね、いろんな理由はあるんだけど、個人的にはそんな風に思ったりしています。あと、鎌倉で言うと、結構地元の方が朝ね、ゴミを拾っていたりします。海だったりとか、あとは有名なフォトスポットとかでも、ペットボトルをね、回収していたりするんですよ。個人的に思うのは、なんか誰かが意図的になんか捨てたゴミっていうよりかは、カバンの中からとか、なんか何かしてて、ついそこにペットボトルとか何かを置いちゃって、そのまま気づかないで、離れてしまったみたいな。結果的にはゴミ捨ててるんですけど、ただなんか、捨てちゃえっていうよりかは、なんかそういう偶然のアクシデントで落ちてしまうケースっていうのが、多いんじゃないかなって思います。ただね、結構地元の人がそういったゴミは掃除してくれています。はい。次、4番目。空気を読む。これは外国人にとって、理解が難しいルールかもしれませんが、日本には空気を読むという表現があります。英語圏でね、完全に同じ意味の言葉ってあるのかなって思うんですけどね。例えば会議。誰も反対していない。でも、誰も賛成していない。そんな場面ありますよね。でも日本人は言葉だけではなく、沈黙や表情、雰囲気を見ながら判断します。外国人の方からすると、誰か説明してくれればいいのにと思うこともありますが、やっぱり上司の反応だったりとか、みんなのね、反応を見ながら、
なんかこれは良さそうなアイディアだとか、ちょっと自分も賛成言っとこうかなとか、ちょっと自分は反対言っとこうかなみたいな、そういうね、結構空気を読む文化はある気がします。はい。続いて5番目。本音と建前。これもよく話題になりますね。本音とは本当に思っていることを言います。一方、建前とは社会の中で使う表現です。例えば、ぜひまた遊びに来てくださいねと言われても、必ずしも本当に予定を立てようという意味ではありません。これは嘘をついているわけではなく、相手との関係を大切にするためのコミュニケーションなんです。よくね、SNS でも日本人は嘘をつくからけしからんみたいなね、コメントがあるんですけど、別にそういうわけじゃありません。やっぱりね、何でもかんでも本音を言えばいいっていうもんではないんですね。今日は最悪だったね。もう二度と会わないよって言うわけないじゃないですか。したらまた遊ぼうねとか、また今度遊びに来てくださいねって普通は言うかなって思うんですよ。やっぱりそういうね、言葉、それもやっぱり日本の文化かなって思います。はい。でも、なんか日本人が性格が悪くて、建前を言っているかというと、少なくとも、京都はわかりませんけど、東京とか、京都以外の人は、そんな悪気がないんじゃないかなって思います。続いて6番目、謝る文化です。海外の方は、日本人が本当によく謝るので、驚く方も多いかもしれません。例えば、店員さん、お店が混雑していて、注文が少しね、遅れただけで何度もね、謝ることもありますね。また、電車でも数分遅れただけでアナウンスがあります。海外ではね、数分なら普通、なんならね、国によっては、その時刻の電車がそもそももうなくなるっていうどうすんのみたいな、1時間後みたいになったらどうすんのって思うんですけど、全然そういうケースもあるみたいなんですよね。一方で、やっぱ日本人は責任感があってね、相手に不便をかけたくないと考える人が多いのかもしれません。あとはもう謝ることっていうのは文化の一部なので、挨拶みたいなもんですよね。なんか、こんにちはとか、ありがとうみたいな。それくらいのレベルのことなので、なんかすごく重い責任がありますと自覚する言葉っていうよりかは、結構気軽に、ごめんなさいっていう風にね、とかすいませんっていう風に言う人が多いかもしれませんね。はい。はい。7番目。なぜ日本人は行列に並ぶのか。よくね、人気のお店の前に50人くらい並んでいる光景が見られるかと思いますが、海外の方からすると衝撃的かもしれません。最近はマーラータンって呼ばれる中国の、ちょっと辛い、麺がすごく人気があって、もう開店からね、結構長蛇の列ができていたりしますし、あと最近ですね、日本のドーナツチェーン、ミスタードーナツからモッチュリンと呼ばれる、ちょっとね、もちもちですごく美味しいドーナツが発売されているらしくですね、すごくね、行列ができているのを見ました。やっぱそうですね。あとね、行列に並ぶときも日本人とかね、中国のとか香港とかもそうだと思うんですけど、結構順番を守ることをね、重視するかなって思います。こうわーってみんながね、バラバラになんか立ってるとかじゃなくて、やっぱ最初に来た人からちゃんとね、並んでいくっていうのは、文化の一つかもしれませんね。
あとは、やっぱりみんなが並んでるならいいお店かもしれないっていう心理もありますよね。なので、新しいスイーツ店だったりとか、ラーメン店では長い行列ができることがあります。最近、実は京都に行ったんですけど、お気に入りのラーメン屋さんがあるんですけど、本店はですね、ほとんど24時間営業しているんですけど、なんといつ行っても行列ができているほど人気があるお店なんですね。なので今回私は本店ではなく別の店舗の同じラーメン屋さんに行きました。同じ味だと思ったからです。でもですね、びっくりしたのはなんと味が違ったんですね。私が数回食べたそのラーメンと味が違ったのはびっくりしました。やっぱりね、行列に並んでいる間にどんどんお腹が空いて、どんどんね、早くラーメン食べたいっていうね、気持ちが上がってくるわけじゃないですか。それに比べて行列がないお店で簡単に手に入ったラーメンっていうのは、結局その程度のラーメンなんですね。なので、やっぱり行列にね、並んでこそ食べたいし、並ぶからこそ美味しく感じるみたいなところはあるかもしれません。はい。続いて8番目。お土産文化です。日本では旅行に行くと職場、友人、家族にお土産を買うことがあります。海外の方の中には、なんで自分の旅行なのに、他の人のために買うのと思う人もいるかもしれませんが、日本ではですね、留守番中にお世話になりましたという意味も含めてお土産を買うことが多いです。そしてたくさんの人にお土産を配るために、結構日本のお土産は、小さい個包装といって、一つ一つがパッケージにね、小さいパッケージに入っているようなお菓子で、だいたい10個以上、30個ぐらいのね、そういう大きい、たくさんのお菓子が入ったボックスをね、買うことができるんですね。結構会社とかだとそういう大きいボックスを買っていって、ちょっともう好きに食べてくださいっていう感じで置いてあったりします。はい、続いて9番目。人前で感情を抑える。日本人は怒鳴ることが少ないです。もちろんね、怒る人はいます。ただ、多くの場合、感情をコントロールすることが大人らしいと考えられています。なので、電車やレストランで大声で口論をしている人を見る機会は比較的少ないと思います。もちろん1対1とかになったらね、また話は変わってくるかもしれませんけど、時々ヒステリックな女性とかもいたりするので、皆さん気をつけてくださいね。はい。ただ、一応ね、人前で感情を抑える、他人の前ではですね、家族に対してどうかはちょっと人それぞれっていうところはあるかなと思います。続いて10番目、お互い様という考え方です。これは日本社会を理解する上で非常に重要かもしれません。今日は私が助けてもらう。明日は私が誰かを助ける。だから少し迷惑をかけても許し合う。そんな考え方です。実は日本の多くの見えないルールの根底には、このお互い様の精神があるのかもしれません。続いて11番目。エスカレーターで片側を開ける。国によってはですね、ルールがある国もありますが、日本では本当にみんなが同じ側に立ちます。東京では左側、大阪では右側、京都では左側のように地域によって違います。面白いのは法律でもルールでもないことです。実際多くのエレベーターにはですね、多くのエスカレーターにはですね、2列に並んで待ちましょうって書いてあるんですよ。
一列片側を開けて立ってくださいって書いてなくて、どちらかというと、お店側は二列に並ぶことを推奨しているんですね。ただ、やっぱり日本の文化として、今までね、やっていたことを急に変えるのってすごく難しいんですよ。もちろんね、何か罰金とかさ、おまわりさんがいてとかっていう状況なら、もちろん嫌顔にも、変えるしかないって感じなんですけど、そうでない限りは、なんか昨日と同じでいいかな、みたいな。そういうふうに考えてしまいがちかもしれません。なので、お店側としては両側に立ってほしいという意図はありますが、未だにみんな同じ片側に立つことが多いです。はい。ただね、やっぱ周囲と同じ行動をとることで全体がスムーズに働くっていうこともありますよね。すごく急いでいる人にとっては、エスカレーターの片方が空いていることっていうのはすごく便利だと思います。続いて12番目。温泉では水着を着ない。海外の方にとって大きなカルチャーショックかもしれませんが、日本では温泉は裸で入るものだと考える人が多いです。最初はね、恥ずかしいと思う人もいると思います。しかし日本人にとっては、服を脱ぐことで社会的な立場を忘れ、みんな平等になる場所という考え方があります。社長も学生も同じです。裸の付き合いなんていうような言葉もあったりします。お風呂の中、そしてですね、温泉の中には、タオルもつけない方がいいとも言われています。なので、日本の温泉に入る場合は、本当に、服を何も着ない状態で、タオルとかも湯船に入れないで入ることが必要です。続いて13番目。タトゥーで入れない場所がある。海外ではタトゥーはファッションとして一般的かもしれませんが、日本では歴史的な背景があります。過去には反社会的組織との関係が強くイメージされていました。もちろん現在でも温泉やプールでは制限されることがあります。鎌倉にある由比ヶ浜のビーチもタトゥーはダメだったと思います。ちょっと海外の方はもはやわかんないんですけど、少なくとも日本人でタトゥーが入っている場合にはカバーをつける必要があります。ただね、最近は少しずつ変化もしてきて、例えばタトゥーがあったとしても、グループの中に一人だけタトゥーだったら温泉に入れるとか、タトゥーがあっても入れる温泉とか、サウナがあったりもするみたいなので、ぜひね、タトゥーがある方は調べてみてください。続いて、14番目。コンビニの接客が異常に丁寧。たった100円の買い物でも、店員さんは本当に丁寧に接客しますね。レシートを渡すときも丁寧ですし、お釣りも丁寧。お辞儀までしてくれることもあります。海外ではね、もうセルフレジで十分っていう考え方もありますが、日本ではお客様への配慮が重視されています。続いて15番目。信号が赤なら誰もいなくても待つ。これについてはですね、例えば夜中の2時、車も人もいない。それでは待っている人がいるとすると、これはもしかしたら渡っちゃうかもしれないなと思います。ただ、もしそこにですね、外国人とか他の人がいる場合、ちょっと渡るかどうか考えると思います。もしその人が渡るなら迷わずね、私も渡りますし、渡らなかったケースはちょっとね、気まずいですけど、ちょっとね、どうするかな。はい。はい。やっぱ日本っていうのは恥の文化、前にも言ったと思うんですけど、罪の文化というよりかは、恥の文化の国なので、
まあね、恥ずかしくないか、誰かに見られた時に恥ずかしくないかっていうことを行動指針にしていると思います。その中で、車もいません。信号も、赤です。そしてですね、誰も人もいませんっていう状態だったら、渡るっていう判断はかなりね、合理的かなって思います。なので日本人もね、バカみたいにそのルールにばっかり、縛られているわけでは実はないんですね。はい。続いて16番目。電車が数分遅れるだけで謝罪する。ちょっとこれ先ほど紹介したのと通ずるものがあるんですけど、やっぱ電車がね、1分とか2分遅れただけでアナウンスが流れます。国によっては30分遅れても普通ですし、仮に電車が止まったとしても理由を説明する必要がなかったりもしますよね。ただ日本では本当に時間を守ることを非常に重視しています。そのため鉄道会社も高い基準で運行しているんですね。時々こんな話があります。落とし物をね、してしまった場合、駅のホームに例えばAirPodsとか何かちょっとしたものを落としてしまった場合、絶対に拾いに行かないでくださいということです。というのも、皆さんがホームに降りて何か物を拾うと、ちょっとね、危ないんですね。そしてその間、電車を緊急停止する必要がありますよね。そしてそれによって何分も、場合によっては10分とか何十分も、もしね、電車が止まることになったら、皆さんは、その鉄道会社が負う損害賠償っていう、損害っていうのの賠償をしなければいけないわけですね。はい。なので、もしもホームに何かを落としちゃったとかっていうことがあったら、勝手に自分の判断で拾いに行くことだけはやめてください。まずはね、付近にいるスタッフの人に相談してみてください。そして17番目。人前で鼻を噛まない。日本ではね、鼻を噛むこと自体が、ちょっとね、若干恥ずかしいような、気がするので、そもそもね、鼻を噛まないっていう人も多いです。でも結構海外、国によってはズルズルってしてる方が汚らしいって思う国もあるみたいですよね。日本では少なくともやっぱ花粉とかの影響もあるせいか、やっぱ鼻をズルズルしてる人もたくさんいますね。はい。続いてですね、第18番。電車で寝ても大丈夫。日本の通勤電車では多くの人が寝ています。海外の人は最初びっくりするかもしれません。というのも、なんでそんなに無防備なのっていうね。もちろん盗難がゼロではありません。しかし、比較的治安がいいので、安心して眠る人が多いと思います。海外では珍しい光景かもしれません。続いて第19位。既読する問題。海外の方が日本人と仲良くなろうとすると直面する問題ですが、LINE でメッセージを送ると既読がつく。しかし返事は来ないと。こういったケース、日本人は返信内容を慎重に考えることがあります。また、後で返信しようと思ったまま忘れることもあります。なので必ずしも嫌われているというわけではありません。はい、20番目。なぜ日本人は傘を持ち歩くのか。海外の方が驚くことがあります。天気予報で降水確率が 30% なのに日本人は傘を持っています。しかもコンビニに行けば傘、駅にも傘、ビニール傘文化。実は日本は雨がとても多い国です。四季があり、梅雨もあり、台風もあります。だから日本人にとって傘は生活必需品なのです。あとね、
雨のための傘だけではなく、太陽の日の光のためのね、傘もすごく人気があります。なので、カバンの中に普通の傘とか、あとは日傘を入れているという人も少なくないんじゃないかなと思います。さて、今日は外国人が日本に来て驚く日本人の変なルール20選について皆さんにお話ししました。皆さんはいくつ経験したことがありますか？また、これが一番理解できないというものがあれば、ぜひコメントで教えてください。もしかしたら日本人にとっては当たり前のことでも、海外の人から見るととても不思議なことなのかもしれません。それでは今日も一日お疲れ様でした。温かい飲み物でも飲みながらゆっくり休んでくださいね。それではおやすみなさい。